ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さてレ夢ム、前回の動画の最後に俊敏性について触れたよな。そうね。そこで今回は当然俊敏性について解説していくんだが、まずは俊敏性とは何かについて解説していくぜ。俊敏性の定義、何かあまり必要がなさそうだけど。じゃあレ夢ムに聞くが、そもそも俊敏性とは何だと思う？そうね、細かい動きができる能力があることかしら？それだけだと定義が不十分なんだが、まあそれは置いといて、ではその細かい動きに必要な能力は何だと思う？そうね筋パワーとスピードかしら？つまりレ夢ムは俊敏性には筋肉の爆発力とスピードが重要だと考えているわけだな。その通りね。ではここで研究論文をいくつか紹介しよう。そこで今回は研究論文が多いから、先に話す内容をまとめるぜ。俊敏性の定義までに随分と段階を踏むのね。まあこれは話を進めていくうちに理由がわかると思うぜ。それじゃあ早速研究論文について説明していくぜ。ちょっと今回は研究論文が多いから、著者とタイトルなど色々省略させてもらうぜ。一体どれだけ紹介するつもりなのさ。まずこの研究では、インドの大学生から、短距離走の選手を20人選んで、足の長さ、足の筋パワー、そして30ヤードダッシュ走のタイムを計測して相関関係を調べたぜ。30ヤードってどれぐらいの距離なの？メートル換算にすると約27.5メートルだぜ。そして結果はこうなったぜ。これはどう見ればいいのかしら？まず足の長さは今回は関係ないから説明は省略するとして、足の筋パワーとスピードに相関関係は見られなかったんだぜ。長距離走ならまだわかるけど短距離走でも関係がなかったの？そうなんだ。そしてこんな研究もあるんだぜ。続いての研究は、イングランドのプロサッカー選手106人を対象に行った研究だぜ。プロサッカー選手も研究に協力してくれるのね。あくまで運動トレーニングの一環としてだがな。そしてこの研究では、10メートル走で加速を、20メートル走で最大速度を、ジグザグ走で俊敏性のタイムを計測して、相関を調べたぜ。それで結果はどうなったの？結果はこうなったぜ。まず今回も加速と最大速度は省略して、俊敏性との相関だけを見るんだが、俊敏性と2つの項目は、優位な相関が認められたぜ。じゃあ加速や最大速度と俊敏性には関係性があるのね。ところがレ夢ム、今回見てほしいのは R2 の部分なんだぜ。この R2 はどういう意味なの？これは決定係数といって、前回話した回帰分析と似ているんだが、今回の場合は俊敏性、加速、最大速度が、それぞれどれくらい影響を与え合っているのかという値だぜ。それは回帰分析とは違うの？回帰分析は因果関係を証明するのに使うのに対して、決定係数はお互いが実際に与え合う影響を表した値だから、簡単に言うと回帰分析の前の参考値みたいなイメージだぜ。なるほど。この決定係数が低いと、回帰分析の結果が優位なものが出るとは考えづらいのね。そういうことだぜ。でもこれを見ると加速と俊敏性は 0.119。最大速度と俊敏性は 0.209 で優位なのよね。確かに優位な結果となったんだが、ここで相関係数の値のイメージを見てほしいんだぜ。つまりこれを見ると、さっきの数字はほとんど無関係ということなのね。そういうことだぜ。つまりここまでの話をまとめると、こうなるぜ。ねえマリサ、この2つの研究結果から何がわかるの？つまり俊敏性とは、筋パワーやスピードに依存しない独立したスキルだということがわかるぜ。なるほどね。ではその俊敏性の正体を明らかにするために、別の研究論文を紹介するぜ。今回はカバディ要素は少なめね。この研究は項目の計測方法が複雑だから、まず最初にこの研究の目的から話すぜ。目的から分かっていた方が話が分かりやすいからね。まずこの研究の目的は、視覚的刺激から自分の動きまでの決定時間が、俊敏性と相関があるかどうかだぜ。わからないわマリサ。まず30年ぐらい前までは、俊敏性とは、方向を素早く変えられる能力だと考えられてきたんだぜ。そうね。私もそう思うわ。ただこの定義だと俊敏性は肉体のみの能力で、視覚的な能力は関係ないという結論になってしまうんだぜ。どういう意味かしら？例えば実際のスポーツでは、相手がただ立っているだけの状況なんてないよな。そうね。他にもサッカーやラグビーでも、相手がどう動くのかを見てから自分も動く、つまり知覚的なプロセスが存在しているんだ。なるほどね。でもそれを計測するのはすごく難しそうね。ただそこを計測し、分析したのが今回の研究なんだぜ。まずこの研究では、先行研究の計測方法を用いたぜ。まず被験者は、この赤のラインから、研究の協力者はこの黄色のラインからスタートしたぜ。
そして被験者は研究者側の人の動きを見て、左右のゴールのどちらかを目指すという方法が取られたんだが、被験者には知らせないで、研究者側の人には、4つの行動をランダムにするように指示されたぜ。結構色々なパターンがあるのね。そして1人の参加者に対し、8回テストを行ったんだが、もちろん全てのパターンをランダムに経験したぜ。それで、参加者はどんな人が選ばれたの？オーストラリアンフットボールというオーストラリア版ラグビーのうち、31人のセミプロ選手が選ばれたぜ。なるほどね。それで具体的に何を計測したのかしら？今回はこの項目のタイムを計測したぜ。それで今回の知覚的反応と敏捷性を計測するのに重要なのは、もちろんこの決定時間だぜ。そうよね。他の項目は知覚反応とはあまり関係ないものね。そしてそれぞれのタイムを計測して相関を調べた結果がこれだぜ。つまりスタートからゴールまでの合計時間の速さと、相手が動いてから自分が動き出すまでの決定時間には、0.77 の正の相関が見られて、自分が動いてからゴールするまでの応答時間には、0.59 の正の相関が見られたのね。レイム、お前すごいな。相関係数の表ならなんとなく見方が分かってきたわ。でもマリサ、これは素直に関係性があるって言ってもいいの？さっきの決定係数だな。だが安心してくれレイム。決定係数の出し方はすごく簡単なんだ。そうなの？決定係数は、相関係数を2乗するだけなんだ。つまり 0.77×0.77 は、こんな感じだぜ。これはさっきの図と照らし合わせると、合計時間と決定時間にはかなり相関関係があって、合計時間と応答時間にはやや強い相関関係が見られたのね。その通りだぜ。そしてこの結果をまとめると、こうなるぜ。じゃあ今回の研究ではどういう結論が出るの？ズバリ俊敏性とは肉体的なスキルだけではなく、刺激に対する反応スキルとも言えるんだぜ。それじゃあ次は俊敏性の定義の前に、カバディとの関係について説明するぜ。これは身体的、心理的要因が、カバディのパフォーマンスに与える影響を調べた研究なんだが、今回は心理的要因などは省略して、俊敏性と以前の動画で取り上げた筋肉の爆発力にだけ焦点を当てるぜ。わかったわ。今回はインドの女性カバディ選手50人を対象に、身体能力は、足と肩の筋肉の爆発力、筋持久力、柔軟性、俊敏性が選ばれたぜ。そしてカバディのパフォーマンス能力は、いつもと同じく3人の専門家が判定したぜ。それで身体能力との相関はどうだったの？結果はこうなったぜ。あれ？この結果だけ見ると筋持久力、俊敏性がやや強い相関で、前回取り上げた足の筋肉の爆発力はやや弱い相関なの？その通りだぜ。これじゃあ前回の動画が無意味じゃない？これはいくつか可能性が考えられて、1、前回までの研究では俊敏性が考慮されていなかったから、俊敏性も考慮すると筋パワーの相関係数が下がってしまった可能性。2、データの計測方法などに問題があった可能性、などが考えられるぜ。ちなみに今回の研究データはどんな計測方法だったの？論文によると、各学校からデータを入手したとあるから、もしかしたら学校の体力テストのデータなどを使用した可能性が高いぜ。なるほど。ちゃんと自分たちで計測したデータは使われていないのね。もちろん1の可能性もあるから、今度は別の論文を紹介するぜ。今度の研究は、回帰分析などを使ってより詳しくカバディのパフォーマンスとの因果関係について調べた研究だぜ。どんな人たちが選ばれたの？まずインドのチャッティスガル州にある、グル・ガサイダス大学から、30人の男子カバディ選手が選ばれたぜ。それで、何の項目をどうやって計測したの？まず心肺機能、柔軟性、俊敏性、スピード、筋パワー、カバディのパフォーマンスを測定したんだが、今回説明したい項目の測定方法だけ説明すると、心肺機能は12分間のラン&ウォークでの距離数、俊敏性は 4×10 メートルのシャトルランのタイム、筋パワーは立ち幅跳びで計測したぜ。つまりここでの筋肉の爆発力も足の筋肉なのね。そしてカバディのパフォーマンスは、レイド中の動きやアウトの総数などによって評価されたぜ。そして各項目とカバディのパフォーマンスとの相関分析の結果がこれだぜ。これを見ると、心肺機能、俊敏性、足の筋パワーに相関が見られたのね。そうなんだ。そしてそれぞれの項目を回帰分析した結果がこれなんだぜ。あれ？心肺機能には優位な結果が見られなかったの？そう、つまり心肺機能が高い人はカバディの能力が高いという因果関係が、今回は認められなかったぜ。なるほどね。相関と因果関係はイコールではないのね。ただ俊敏性と筋パワーには因果関係が認められたぜ。そしてこの結果でも俊敏性の方が筋パワーよりも、カバディのパフォーマンスに対して強い影響を与えていることが分かったぜ。それじゃあ今回のまとめをするぜ。
なるほどね。でもマリサ、ちょっと質問いいかしら？この研究で計測された俊敏性と、さっきの相手がいる状態で計測した俊敏性は同じものなの？さすが霊夢だぜ。まず結論から言うと2つの俊敏性は違うものだぜ。例えば俊敏性の計測方法としてよく使われるジグザグ走は、参加者はスタートする前から自分がどんな動きをするのか分かっているよな。そうね。このように事前に自分の動きが分かった状態で始める実験を、クローズドスキルテストと言うんだ。それじゃさっきの実験のように相手がどんな動きをして、自分がどんな動きをするか予想できない実験は、オープンスキルテストというのね。私のセリフが奪われた。そして今まで紹介されてきた俊敏性は全て、クローズドスキルだぜ。ったのね。セリフを奪われ毎年死になってる。じゃあマリサ、そろそろ俊敏性とは何かについて教えてくれる？もちろんだぜ。最後の論文は文献レビューだぜ。文献レビュー？文献レビューというのは、特定のテーマに関する過去の論文を集めて、内容を再検討、評価することで、テーマを要約、まとめた論文だぜ。なるほど。そういう論文もあるのね。そしてこの論文の中では、過去の敏捷性に関する文献などが多く引用されるんだが、合計53もの文献が引用されていたから、当然省略するぜ。それはしょうがないわね。そこで論文内の俊敏性の構造イメージを紹介するぜ。ジャパニーズプリーズ。了解だぜ。解説プリーズ。よし。では矢印に沿って解説していこう。まず俊敏性は、方向転換のスピードと視覚、意思決定の要因で構成されているんだぜ。そして方向転換のスピードを見てみると、テクニック、直線的なスピード、足の筋肉質、身体的特徴に分岐するぜ。身体的特徴というのは身長や体重のことでいいのね。それ以外に手足の長さなども含まれるぜ。テクニックっていうのは具体的にはどんなものを指すの？これは2000年にマーク・セイヤーズさんが発表した論文なんだが、方向転換を伴うスプリントには、前傾姿勢と低重心は重要だと結論付けているんだ。それはどうしてなの？まず前傾姿勢は加速と減速を、低重心は安定性を高めるから、より迅速な方向転換を可能にすると、著者は結論付けているぜ。よくわかったわ。そして話を戻すんだが、足の筋肉質は、反応速度、左右の筋肉のバランス、同心収縮に分けられるぜ。反応速度は視覚的要因じゃないの？視覚的要因とは周囲の状況を読み取る能力であって、実際の動くアウトプット的な行動は、肉体的要因に分類されるんだ。なるほどね。それじゃあ左右の筋肉のバランスは何なの？これもちょっと紹介できなかったんだが、筋肉量が多い足からのステップよりも、少ない足からのステップの方が移動速度が遅いんだ。まあそりゃそうよね。だから左右等しく移動するための要因として、筋力の左右差はない方がいいんだ。最後にこの同心収縮って聞いたこともないんだけど一体何なの？これは力こぶをイメージするとわかりやすいぜ。力こぶ？例えばダンベルなどの重いものを持ち上げるとき、腕に力こぶができるよな。そうね。それが同心収縮なんだぜ。ちなみに逆に筋肉を伸ばす動きを変身と呼ぶぜ。それでこの同心収縮もやっぱり俊敏性に関係あるの？論文では同心収縮そのものよりも、単なる筋肉量として議論しているから、ここは足の筋肉量と言い換えた方がいいと思うぜ。なるほどね。わかったわ。それでは次は知覚と意思決定の要因について見ていくぜ。これは全て繋がっていると考えた方がわかりやすいぜ。繋がっている？例えば実際のカバディでレイドに行くとき、相手の人数や立ち位置などを見るよな。そうね。まずこれが視覚的認知なんだ。そして得られた情報から、レイドの有利、不利や、相手に警戒すべきアンティ選手がいるかなど考えるよな。考えるわね。これが状況の把握というプロセスなんだ。そして状況を把握した上で、自分の動きのパターンや、相手の動きのパターンを想定するよな。つまりどんな行動が選択肢としてあるのかを考えるのが、行動パターンの認識なのね。そうだな。そして自分がどんな動きをした時に、相手がどの行動パターンを選ぶのかを考えるのが、予測だぜ。マリサ、無駄な茶番は動画が間延びするだけだからやめましょう。そうだな。すまなかったぜ。今までの話を整理すると、俊敏性とは肉体的要因と知覚的要因の2つで構成されていることが分かったぜ。これを見ると、確かに俊敏性とは方向を素早く変えられる能力という定義が当てはまらなくなるわね。そうなんだ。そして著者が過去の論文などをまとめて新たに出した提言が、ズバリこれだぜ。つまり著者は、俊敏性とは、
相手の動きなどの不確実性を伴うオープンスキルであり、身体的要素だけではなく、認知的要素を含むと言っているのね。さらに付け加えると、事前に動きが決まっているクローズドスキルや、水泳や陸上の合図に合わせて動くものも、敏捷性ではなく、別のスキルだと提言しているぜ。そして特に注目してほしいんだが、今まで俊敏性の定義とされていた方向を素早く変える能力は、俊敏性ではなく CODS という別のスキルだと提言されていたぜ。CODS?CODS はチェンジオブダイレクションスキルの略称で、この肉体的要因だけを表現した言葉だと考えてくれ。視覚要因と合わせて初めて俊敏性になるのね。というわけで次回は CODS について解説するぜ。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。